男はきっと夢から生まれた孤独な戦士。この街も遠い昔は荒れ果てた荒野。直してくれるから。あれは君だ少年のままでいつも輝いていれるなら。あれは君だ自由なままで思い通りに生きていれるはず。おいキジムナ、お前本当に天の川のほとりを探しているとき鏡の香りを感じたのか？間違いない。俺の鼻は人一倍効くんだ。間違いないよ。鏡。しかしこれだけ探しても、まさか自分の運命を悲しんで自ら天の川に身を投げ。うかつなことを口にするんじゃない。巫女の気持ちを察してやれ。鏡。巡り合い林部。鏡、お前は自らの上に課せられた試練に耐えかねて俺に命を与えてくれた父よ、北天の星の神よ。あなたは俺の全てを見つめているのか？何も言わずに。俺の声が届いているのか？ならば鏡の居所を教えてくれ。もし父ならば姿を現し俺の苦難を救ってみよう。うわっ！ミコ！ああ、気づいたぞ。ミコ、どうした？なんでもない。なんでもないことはないだろう。何なんだ今の光は。俺は初めて北天の父と話した。俺の悪態に応えてくれた。今まで呼びかけに応えてくださったことはなかったのに。しかしそれでもやはり俺たちは見つめられていたんだな。北天の星に向かうためにも早く鏡を探し出さねばな。ああ。みんなあれを見ろ。あれは鏡！俺は地上界金剛山の修行者宇津野巫女。失礼ですがあなたは？我が名は身辺大菩薩。身辺大菩薩様。宇津野巫女よ、鏡は通り天を越え屠卒天の観世音菩薩の治める不堕落にいる。不堕落？屠卒天へ旅立つがよい。菩薩様、
しかし俺には通り天でまだなさねばならぬことがあります。ラゴラアシュラ王のことなら心配いらぬ。アシュラ王。宇津の巫女、恨みにとらわれていた心がお前の逃げみ玉を知り目覚めることができた。これからは自ら精進し天上界に戻れるよう努力してみる。ありがとう、宇津の巫女よ。アシュラ王。宇津の巫女、今こそ通り天を離れ屠卒天へ飛べ。はい。ここは一体行くあてもなく天の川の流れに身を任せたはずなのに。鏡。鏡、どうしました？その物憂げな様子は。佐保姫様、佐保姫様。すべては身辺大菩薩様のお慈悲なのです。川島の王子様が。さあ、入りなさい。鏡、久しぶりだな。川島の王子様。鏡、まだ宇津の巫女を愛しているのか？はい、変わりませぬ。それならばよい。それで全てが決まるのだ。何があろうと、どのような苦難があろうと、その愛さえ変わらなければ心配することはない。でもあなたは何を恐れているのです？私は私自身を憎み巫女を恐れているのです。それでは昔の私だ。大津の巫女を裏切り死へと追いやった。その犯した罪の大きさに己自身を憎み続けた。そして佐保姫を恐れていたのだ。しかし迷いの海で姫の姿を見かけた時、私は憎む心も恐れる心もなくなって、ただ姫に会いたい一心で船へしがみついていた。そして私を憎んでいるはずの佐保姫によって救われたのだ。鏡、宇津の巫女と会うことです。勇気を出して。自分を責めてばかりいると、もう会えなくなるかもしれぬぞ。愛の形は一つではありません。さまざまな愛の形があります。たとえひととき嵐の時があっても必ず収まります。大事なのは自分がそれに耐えられるかどうかということです。消えかかりそうな明かりを守りきれるかということなのです。巫女。おい、木地村、屠卒天はまだなのか？さあ、この霧じゃ何が何だかわからない。なんだ、何かいるぞ。巫女！竜神だ！
宇津の巫女、お前はなぜ屠卒天を目指す？観世音菩薩様の地不堕落に我らの仲間鏡がいるのだ。帝釈天を驚かせ神になりうるお前がただ一人の女人のために。俺は神としてではなく地上界に生きる人として鏡を見たい。いかに苦しもうといかに迷おうと俺は人であることを忘れることはできぬ。神ながら人、人ながら神。そうだ。いっそこの闇の底へ沈んで身を隠してしまいたい。この近くを散策しているのだ。みんなで手分けして探した方がいいのではないか。うん、そうしよう。またここに集まるのだ。私は私は生きているの。お前は生きているのだ、鏡。あなた様は？我が名は身辺大菩薩。身辺大菩薩様。鏡よ、お前は地上界で内縄へ行ったことがあろう。はい、巫女と共に。その地でお前たち二人は神の世界二来家内に入り、そこで永遠の光を浴び永遠の命を得た。お前は自分の思う通りに生き死にを決められぬ身になったのだ。では私はどうやって自らの陰りを清めれば。私にはこれから先どこまで行っても拭いされぬものがございます。帝釈天が傷ついている者は犯さぬと言っていてもか。川島の王子と佐保姫は自らの命を懸けることで大きな愛に目覚めることができた。しかし死ぬことのないお前が一点の陰りなきを求めるならば、それは死ぬことではない。
生きることによってそれをなさねばならぬ。今お前が救われるかどうかは一人の修行者に立ち戻れるかどうかにかかっている。戻るがよい。巫女が待っている。巫女、自分が来たことを知らせるために、あなたはあの激しい戦いの中でいつの間にかこんな優しさを身につけられたのね。鏡！まさか鏡！巫女とは会えぬ。このままでは会えぬ。私は新しい自分の姿を見つける時まで戦わなければならない。鏡！永遠の命を与えられた者として何をなすべきかを考えるわ。それが私の新たな旅立ち。佐穂姫、川島の王子様。巫女、鏡が再びいずこかへ。これは新しい私探したい。そして皆に会いたい。鬼笛支えに生きる平穏祈る同志様。鏡は多分船で。追うのだ巫女。お互いに人として苦しむがよい。葛藤の中から光を見つけ出すか闇を見るか、それはお前たちの胸の内の熱き者が決める。川島の王子様。わかりました。みんなに必ず鏡を連れて帰ると伝えてください。身辺大菩薩様。宇津の巫女よ、鏡は修行者として生きる道を求め旅立った。しかし俺は神として人として生きたい。お前には二人の父がいる。地上界の父乙部、そして北天の神。その二人の父を持つお前は人と神との間で揺れる宿命を持っている。あなたはなぜそれを？そう。菩薩様、何を？オズヌ様、その額の角は？地上界にあっては円のオズヌ、天上界にあっては身辺大菩薩。しかしその角、あなたは俺の父上なのではありませんか？巫女よ、この角は同じ道を歩む者の印だ。それは生まれる前から決められていた。この角は己の都合ではどうすることもできないものだ。幾多の苦難を受け止め克服していく印だ。そして想像を超える力を発揮する印なのだ。巫女よ、それでもお前は鏡に人としての愛を求めるのか？はい、神の荒御霊と人の愛、そのいずれを捨てても人を救うことはできぬと思います。行くがよい、宇津の巫女よ。はい。
鏡。俺はお前の愛の力で神と戦うことができた。巫女、一人で生きていくことを思いました。でも私にはあなたが。でもそれは一人の男と一人の女の愛ではなく、もっと大きな鏡。菩薩様のお慈悲でやっと巡り合うことができました。オズヌ様と同じ道を歩む印のこの角、なぜこの角をお与えくださったのか、なぜこの命をお与えくださったのか、それを知るために俺は父北天の神と会わねばならない。愛はすべてのもの、その手のひらに包んで生きることの意味を問いかけているけれど、一粒の涙の中に帰らない過去があるなら、悲しみの扉の向こうにきっと明日がある。ああ君の瞳は愛くこねの青い星より不思議な瞬きのかけらを弾かせて、今時を止めているから。限りある命とは、神仙境の水に己を移し生き方を問い、灼熱の炎に焼かれ幸せを願う。大日如来の手の中で苦悩するそれぞれの青春。第12話落葉奇根にご期待ください。臨氷当社会陳列財前。